おかしな王様。この世界のどこかに甘いものが大好きでお菓子ばかり食べている王様がいました。あまりにお菓子ばかり食べているので、人々からはスイート王と呼ばれ、もう今では誰も王様のことを本当の名前で呼ぶ者はいません。さて、今日も王様はチョコレートやクッキー、アイスクリームなどお菓子ばかり食べています。やっぱりチョコレートは最高だな。それにこのクッキー。サクサク歯ごたえが良くって、ほっぺが落ちそうなくらい美味しいぞ。王様の目の前には、ついさっきまでずらりとお菓子が並んでいましたが、あっという間に食べ尽くしてしまいます。美味しかった。お腹がいっぱいになったぞ。それでは寝るとするか。そう言って王様はごろりと横になります。それを見ていた王様の家来たちは顔をしかめます。王様、王様。甘いものを食べた後はしっかり歯を磨かないと虫歯になってしまいますよ。王様、お菓子ばかり食べていないで野菜も食べないと病気になってしまいますよ。王様、お菓子ばかり食べていると太って動けなくなってしまいますよ。家来たちは口々にそう言って王様に注意をするのですが、王様はちっとも言うことを聞いてくれません。うるさいなあ。わしは王様だぞ。この国で一番偉いんだぞ。お前たち家来はわしのために世界中のお菓子を集めてくればいいのじゃ。王様はいつでもそんなことを言って偉そうにふんぞり返っています。王様、しかしこのままでは本当に病気になってしまいます。お菓子ばかりではなく、どうか他の食べ物もバランスよく食べてください。家来は王様に訴えかけます。でもやっぱり王様は言うことを聞いてくれないのです。それどころか、いつの間にかグーグーといびきをかいて眠ってしまいました。あの王様には困ったものだな。いくら新鮮な野菜で美味しい料理を作っても、全く食べてくれない。本当に困ったものですね。毎日毎日甘いものばっかり食べて、王様のお腹なんて今にもはち切れそうなくらい太ってしまっているわ。やれやれ、実に困ったものだ。家来たちは口々にそんなことを言ってため息をついています。今日はいい天気だな。よし、今日は隣の国にある美味しいと噂のケーキを食べに行こう。ある日、王様は以前からずっと気になっていた隣国のケーキを食べに行くことに決めたようです。おい、家来たちよ。わしはちょっと出かけてくる。王様、どちらへ行かれるのですか？一人で出かけるのは危険ですから、私もお供します。ついてこなくともよい。わしは一人で出かけたいのじゃ。ついてきたら承知しないぞ。そう言って、王様は家来の心配をよそに、たった一人で出かけてしまいました。家来たちについてこられては甘いものも好きに食べられぬからな。歯を磨けだとか、野菜も食べろだとか、うるさいったらない。美味しいものを食べに出かけるのは一人に限るのじゃ。王様は大きなお腹を揺らしつつも足取り軽く、隣国への道をたった一人で歩いていきます。疲れたなあ。隣の国はまだ先か？こんなことなら馬に乗ってくればよかったかのう。しかしわしは一人では馬には乗れぬし、そうなると家来を連れて行かなきゃならぬ。あんなうるさい家来を連れて行くくらいなら、歩いてでも一人で出かけた方がマシじゃ。王様はブツブツとそんなことを言いながら隣国を目指します。しかし行けども行けども隣国は見えてきません。それどころか、辺りは薄暗くなってきました。お腹が減ったな。それに暗くなってきたぞ。
どうしよう。お腹が減ってもう歩けそうにない。王様はとうとうその場にへたり込んでしまいました。そして10分が経ち、20分が経ち、1時間経っても王様はその場に座り込んだままです。王様のお腹からそんな音が聞こえてきます。このままではお腹が減りすぎて倒れてしまう。一体わしはどうしたらいいんじゃ。こんなことになるなら家来を連れてくればよかった。王様はだんだん心細くなってきました。その間にもぐーっとお腹は鳴ります。それからまた1時間が過ぎ、いよいよ王様は心細くなってきて、今にも泣き出しそうな顔をしています。とそんな時、どこからともなく馬車の音が。おやまあ、こんなところに人がうずくまっている。一体どうなされたのですか？馬車から降りてきた人がそう言って王様に声をかけます。助かった。わしはあっちの国から来た王様なんじゃが、お腹が減りすぎて一歩も動けそうにないのです。何か食べ物を分けてはもらえないだろうか。王様は必死でそう言います。すると相手は、なんだ、そんなことでしたか。私はここから2つ先の国へ、これから商売をしに行く商売人なのです。畑で育てた自慢の新鮮な野菜を売りにね。この野菜でよければ差し上げましょう。どうぞどうぞ。どれもこれも私が丹精込めて育てた野菜です。とっても新鮮で美味しいですよ。王様は大嫌いな野菜を前にして一瞬迷いましたが、何しろお腹が減って仕方がありません。恐る恐る野菜を口に運びました。なんじゃこれは。とってもジューシーでおまけに甘い。わしが普段食べているチョコレートよりも甘いくらいだ。それは私が育てた大根です。とっても甘くて美味しいでしょう。なんて言ったって取れたてなんですからね。大根がこんなに美味しかったなんて。どれどれ他の野菜もみんな甘くてとっても美味しいぞ。そう言って王様は野菜をパクパク。こうして王様は国に帰り、好き嫌いせず何でも食べるようになったのでした。おしまい。